旦白く仕上げていくみたいな、極そうです端に言うと。極端に言うとあ、でもいめっいっすねちゃ綺麗に入ってる。いいっすねすごい。この火入れすごいな。最後は荒々しく。さあどうも皆さん、本日もお疲れ様です。今日はですね、前回に引き続き直人圭さんにお邪魔してて、岸本シェフにまた一品作っていただこうと思うんですけど、いいですか？ありがとうございます。今回はちょっと豚の料理を、火入れということで、はい火入れに特化した一皿をご用意させていただきました。シェフの火入れ見させていただいていいんですか？いやいやもちろんでございます。そんなシンプルですよ。いやいや本当に謙遜されてますけど、僕らはこの料理本をシェフが出られてるのを見てた側なので、もうそんな火入れをちょっとね僕が見れるっていうのがなかなかね、にわかに信じがたいですけど、勉強させてください。いえいえいえ、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は天城の黒豚。おお、はい。今ちょうどディナーで使わせて提供されてるんですね。はい。金子さんっていう名人が育てた豚なんですけども。ロース立派、すごいな。この脂のこのすごいですね。この感じと8名とか10名じゃないですか。はい。で当然ここの場所によっても全然面積違ったりするので、はい。必ずこう測ってですね、火入れをやるようにしてるんです。だいたい6センチから7センチぐらいで、厚さを常に均等にしとかないとブレちゃうんですよね。火入れが。火入れが。骨が邪魔してるところはちょっとたぐってそうたぐって、はい。こういう状態ですね。はい。結構な厚みっすね。はい。これでうちの良さって一斉スタートじゃないですか。シェフのところもそうだと思うんですけど。はい塊で焼けるっていうメリットがあるじゃないですか、一斉スタートって。はい、なのでなるだけ、例えばジゴダニョとか、はい、子羊のもも肉、もも肉、そう普段レストランで2人とか3人とかで行って、食べられないなんか火入れ具合とか、はい、そういうのを目指してます。でこれもまかないにしてですよね。アラカルトは好きなもの食べれるんですけど、やっぱこういった塊の肉もしメニューに乗せてたら猛スピードで焼かないといけないですもんね。そうですよ。それで、2人だとやっぱ食べきれないじゃないですか。そうですね。なので8人10人様なので、うちはそのちょうどぴったりの、無駄も出したくないですよ。その毎日毎日ものすごいなので、なるだけこう測ってですね、はい、無駄が出ないように計算していきます。今少し包丁を入れて油からこう油が逃げやすくするように。はい。あとは角が多少、ホタテとかもよくやるんですけど、はい、角を多く作って、その角がカリッとちょっとこうなりやすく、はい。だいたいワンサービス3ブロック焼いていくんですね。はい、で必ず特にここに油をすり込ませます、オイルを。カッサカサになりがちなんですよ。なんかこうやって焼いてって、はい、ここだけもカッサカサになるんですよ。確かにそうっすね。はい。なのでここに多くこうちょっとこうオイルを最初からすり込んで、そのリスクをなるだけですね抑えるっていう。塩、クリスマス島の塩なんですね。はい。少し粗めというか粗めの気持ちいい。だってクリスマス島さんもともとだってオーストラリア、銀座でオーストラリアでやってる時から。そんな時からなんですね。そうです。であんまりグワッと焼かないです。特にこの豚は油の溶ける温度が結構低くて、バーッとこう出ちゃうんで、せっかくの油が焼き切りすぎるとちょっともったいないなと思って、なのでゆっくりした火でやります。だいたい時間でいうと6時半スタートなんですけど、5時からだいたい焼き始めて、もう本当にプラックのこれも横に置いて。だって5時から焼き始めたとしても、お客さんがメインに到達するのって7時半8時とかですよね。そうです。7時45分とか。やっぱ3時間ぐらいはじっくり焼くんです。でお客さん来たらもう次の料理がわーっとオードブルから出るから、その置いとく場所っていうのが非常に重要ですよね。シェフもご存知の通り。環境の温度ですね。はい。
結構弱火というか。結構弱火です。焼き色はもうつけません、別にこの時点では。自分の場合はですよ、火入れと焼き色を同時になんか完璧なものにしようと思うから難しいんだなと思ってて、火入れ重視して、中の温度帯だったりなんとなく外側からこう見て判断できる、火入れを重視して、最後に焼き色がついて、じゃあ焼き色って何って言ったら見た目の美味しさと香ばしさじゃないですか。それはもう最終最後で調整すればいいなと思ってます。なんか同時にね全部が綺麗に揚がるとなると、なかなか難しいですよね。で一番やりがちなのはここをこうやっといて、ここがカッサカサになって、もうお客さんには当然もう出せないし、自分で食べても美味しくない部分に変わっていっちゃう。そうなるとあれですね、結構火入れが難しいですね。油も落としすぎたくはないし、そうなんです。かといってこっちはガードがないというか、そうなんです。ここは骨でガードされてるけど、だけど1日目よりも、2ヶ月間同じメニューやるんで、1日目よりも1週間後、1週間後よりも1ヶ月後、これの方がやっぱり綺麗に焼けるようになってきます。正直地味ですいません、本当になんか。いやチリ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 、こういうパターンもあるっていうのがすごい知れるとありがとうございます。何でも強火って思っちゃってると。そうなんです、やっぱりゆっくりここに火通して熱を伝えたいですよね。このなんですか、脂身と身の部分の間というか、それにはそう弱火で、本当はもうちょっと焼きたいんですけど、ちょっと一回ここ倒してで、あんまりこの地肌っていうか、これはあんまり時間今度置かない。あんまりここから火は入れたくないというか、直ではしょっちゅう変えてます。これ上質な油なんで、特に黒豚、天城の黒豚はなので、この油でちょっとこう絡めながら周りを焼くようにしてます。でこの油を一回ちょっと全体に絡ましたらですね、で一回揚げていきます。デグレッセします。ここから一回バターで絡めて休ませます。ある程度中に温度が伝わってないと休ましてもそこまで意味ないですよね。進まないですよね。でここからバターをガバガバっと入れて、で入れて、もうこれぐらいで絡め始めるんですね。もうここからまずもうここですよね。一番通りづらいところですか。絶対フライパンに設置しない部分、ここめがけてひたすらで、この油の感じ見てても、一番火入りづらいのはここなので、ここを着地させて、こっち側ってことですよね。でここを着地しながらこの面にゆっくり油をかけて、でバターの中ってやっぱり水分もあるじゃないですか。保水も兼ねてですね、保水も兼ねて何度も温度をこう伝えていく。焦がしバターにするのではなくても普通に溶かしバターという感じで。溶かしバターのイメージです。今この段階ではですね。でこれをいかに黒くしないで使い切るかなんですよ。使い切るっていうのは何度も荒漬けするじゃないですか。そういうことですね。なのでこれ捨てたらもうもったいないし、毎日バター代でいくらしちゃうんだよみたいな話になっちゃうんで、ここはやっぱり長くレストラン続けるためにも、ノア Z まではまだこの段階ではいかずして温度を伝えて、最終的には何度かやってればノア Z に自然になっていくので、今そこでアロゼされてるのもなるべく骨側をメインに。そうです。もう本当ここです。ここです。まさに。で夢中になりすぎないで必ず
カサカサになる前にはい。変えてあげて、でまたバターにも水分があるので保水も兼ねて温度を伝えていく。フライパンの温度も本当にそんな高くないですよね。高くないです、もう牛はもうちょっと高いです。もうやっぱり鹿、牛、鴨、もちろん皆さんそうでしょうけど、やっぱり素材によって温度をどういうふうに進めていくかっていうのを、まあ毎日やってるんでなんとなくその特徴が分かってくるんで、もうこれ以上上げないですね。ムースに今なってきてるじゃないですか、はい、これ以上はもう温度上げないです。黒くなっちゃうんですぐに。じゃあまあ一旦白く仕上げていくみたいな、極端に言うと。極端に言うとあんまり低温っていう言葉を使わないんですけど、何度かじゃあ低温なのっていう話なんで、でもまあいわゆるその温度高温ではない温度帯で、あとは蓋をする。蓋をして熱逃げないようにする。はい。でアルミホイルだとはい。どうしてもなんか密閉されすぎてて、ほうほうほうほなんて言うんだろうな、う。なんかちょっと好きじゃないんです。なので必ず空間作ってあげてます。あ、これぐらいゆとりあるようにするんですね。サウナのように。へえ。息苦しくしすぎないみたいな感じですか。そうなんです。ギュッてやってなんかこう濡れた、なんでしょうね、ふやけた感じにしたくないんですよね。今ちょっと15分ぐらい休ます。そうですよね。出たじゃないですか。でまたやって同じようにこうまた荒背を。休まして、で最後もう一回やってもそのまま炭移して。あ、炭なんですね。はい。確かにさっきよりバターがやっぱこうノアゼットになってきてます。そうなんですよ。置いとくだけでやっぱなってきちゃう。温度的には最初とそこまで変わらないですか？変わらないイメージです。はい、まだこの時点では。そしたらですね、2回目からハーブを入れていきます。でタイムちっちゃうじゃないですか。はい。じゃじゃじゃはいって、はい。そうですね。なのでローズマリーとこのローリエの上に置くようにしてですね、はい、散らないようにします。なるだけ。細かいところですけどやっぱこうそうなんですよ、あるんですね。お客さんの前でこうお見せするんで一部始終お客さん見てるじゃないですか。なのでこの香りだけこうしといて。そうですよね。カウンターでもう全部見えますもんね。そうなんです。じーっと見てるお客さんとかいるんですよ。本当。僕も何度か来させていただいてだいぶじっくり見てましたけど。ありがとうございます。勉強になるんで。で必ずこう夢中になってアロゼしちゃうんで、必ず長く置かないようにします。もう本当ものの30秒から1分ぐらいで結構頻繁に切り替えるんです。そうなんです。前まではもうバチッとこう焼き色つけてみたいなやってたんですけど、やっぱ変わってったんですね。どんどん変わってやりってますね、やり方が。なんかより肉感が特徴が出るようにしてるかな。なんか香ばしいイコール美味しいと今までは思ってたんですけど、はい、今までというか何年か前に。でもなんかそこだけじゃないよなと思って。OK。でまたはい振り休ませます。同じぐらいですか？15分ぐらいというか。そうです。はい。でこれを一回こうしまっちゃうわけですね。で今度お客さん来るのを待ってて。これは、サービスの前の段階です。はい。5時から6時半までにやり終える。そうです。はい。でお客さん来てこんばんはってで、これはもうこの状態でここをちょっとこうずらしながら調整して。そうか。ここだとちょっと強い。そうなんですよね。ここが少し。はい。これで3回目のアロゼですか？3回目のアロゼして、この3回目っていうのはサービス中にやるんですか？お客さんがもういらっしゃる時に。魚行った後ぐらいにすぐやります。そうなんですね。じゃあもう結構直前に。はい。で切ってよくその断面のなんかコントラストみたいなのを載せるんですけど、最近中は
断面焼くようにしてます。もう一回ああ、炭そうなんですか。はい、あ、じゃあそのなんかいわゆるロゼとかああいう色が見えなるじゃないですか、はでせっかく塊なんで、はい最初断面やっぱり焼かなかったんですよ。はい。せっかく塊で焼いて確かに。あのソフト感がいいじゃんとか、でもやっぱね断面焼いて最後温度も上げて、香ばしさも出した方がお客さんの受けがいいです。圧倒的に、はい、お客さんあんまりロゼがどうとかあんま関係ない。あんま関係ない。はい、口に入れた時に食べやすいか食べにくいか、冷めてなく満足感得られるかだと思うんですよ。でそこにちょっと気づきってですね、なんか料理人はこの火入れのこの断面みたいな思うんですけど、ほぼ気にしてないですねお客さん。基本的に3回ぐらいアロゼでしっかりとやって最後炭。そうです。だからこのムース状がすごく大事ですよね。そうです。いや、この温度管理がまだなんか簡単そうにやられてるじゃないですか。あーこれでなかなかできないと思うんで、そうですかね。ムーさんというかそれをずっとはいキープして、はい、やっぱ熱が柔らかいですもんね、この状態のような。こういう何気ないところの技術の高さがやっぱこう横で見させていただけてそういうものありなんですかね。がたいですね。この油をちょっとガラムチュールに入れます。まあ房ごと焼いた方がまあ当然美味しいんですけど、はいはい。でそのなんか皮の香りの美味しさだったりね、はい、そうなんですけども目の前で全部押し上げてある程度お客さん間延びしないようにやるので、はい、もうこの時点で剥いて生からその代わり炭で焼いて、でおそらくまだちょっと赤いんです中が、はい、でこれはこれで焼きます。あとはお客さんにつけるんで、でここの部分をちょっと取っちゃいます。おでもなんかここは大体ここも入ってますね、はい、どうぞこういうのが一番うまいですからね。柔らか、すごいですね。そうなんです。一人前も切ります。でもめっちゃ綺麗に入ってる。いいですね。すごい。めちゃくちゃ綺麗に入ってる。こういう感じですね。すごい。でもやっぱりここがまだなんですよ。まあこのライン。これで絶対口にちょっとだけ違和感残るんです。この火入れすごいな。でこのままお出ししても絶対ここ残されるんです。なので表面をもう一回焼きます。で意識的にこう油のところに塩ですか。ちょっと塩を。やっぱり鶏の皮とかも塩切ってたのがうまいじゃないですか。はい、あんな感じですね。でこのまんま出してもいいんですけど絶対ここに違和感があるのでこれを一度もう一回表面焼きます。でここの部分は我々の夜のチャーハンになります。なるほど。めちゃくちゃうまいです。うまい。いやこれここでチャーハン僕さっきもすごいうまかったです。端っこが。はい。なんとなく油とさっきの筋を焼くイメージでございます。これで炭の香りをつけると。そうですね。で筋肉がプッと膨らんできてるの分かりますか？はい。筋肉がプッと膨らんで、これ大事だと思ってて、いろんなところに合図があるんですよね。火が入ってきてるよっていう。で本当にここを焼くようにしてます。でこれを最初に大ですか中ですか小ですかみたいな聞いてサイズ聞いてでカッティングしてもう一枚本番はここにあるんで、はい、ゆっくりゆっくりここで表面をもう一回焼いて、なのでこのロゼの綺麗な感じというよりも、食べた時のそうです。いかにこの油を食べていただくかと温度ですよね出来上がった時の。で本来だともう他のスタッフが付け合わせを始めてますので自分はある程度焼きに集中します。最後は荒々しく
最後は荒々しく。あ、もうそのままディレクもトで。うそのままいきます。そのままいきます。で今日はごぼうのコンディマン。あ、ごぼうなんですね。はい、新ごぼうとマッシュルームとエシャロット美味しそうを肉汁と絡めてこうシェリービネガーとともに。あ、シェリーも入るんですよ。はい、肉汁っていうのは10度ポーとかですか？そうです。まさに10度ポーです。あ、10度ポーなんですね。はい、骨取ってこれはこれはじゃがいもでございます。1年半熟成させた富士宮で作っていただいているヤングコーン。割り下塗ってます。はい、あ、割り下塗ってるんですね。ちょっと縁日風じゃないけど。でこれが赤ピーマンとレモンを、赤ピーマンとレモン、はい煮詰めたものでございます。これは本当にアクセントなんで。それぞれを煮詰めて合わせたんですか？それともカットしてもう混ぜてとか？そう、一緒に混ぜてコト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 煮詰めていくだけで。でこれがじゃがいもフレーク。じゃがいもすりおろして揚げただけのシンプルなやつです。じゃあ、ソースが今日はキャベツのソースでございます。キャベツのソース。はい。まあ生ハムと生地のブイヨン取っていて。生ハムと生地。はい。でキャベツの芯、キャベツの芯とか外側の皮とかで。出汁を取って。おお。なんかこう夏にそんなにどんよりとさせない。確かにさっぱり酸味がちょうどいいですね。そうなんです。ちょっとレモンで最後。白いのはブールの色ですか？そうです。バターで乳化させてマスタード入れてちょっと安定させて。で仕上げに10度ポーです。10度ポーです。まさしく。美味しそう。美味しそうですよね。これだけでもね、なんかね。なんかちょっとこう焼きに特化したストレート感のある一皿でございます。であとセロパセ、なんかセロリとパセリの新芽みたいな。あとは高松でオリーブオイルを作っているホキさんって方のオリーブオイル。これなかなか日本のやつなんですけど。グリーンがすごい強くて新鮮なんですよね。それでは完成いたしました。ありがとうございます。じゃあシェフに召し上がっていただきましょう。ありがとうございます。美味しそう。ちょっとシェフ早速いただきます。どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。いただきます。うまそう。いやこの油のところと一緒の方がいいですよね。そうですね。できればね。このラインで食べた方がいいですよね。できれば肩に近い部分なんで。なんでこんな柔らかいんですかね。柔らかいですよね。この肉本当に柔らかいんですよ。柔らかいし油の口どけもいいし。確かにこの本来気になるこのラインが最後であれ落としてるからなんですかね。このスッと入ってくる。ガッとこう焼く、高温で焼くっていうのは大事かもしれないですよね。美味しい。全然口に残んないですね。そうなんです。だってこれ油だけで食べても全然こうしつこくないというか、やっぱ最後炭の香りをバッて移すのがすごい。でそのままもうダイレクトにいきま盛り付けてす。っていう。普通なんかちょっとこう拭いたりするじゃないですか。その辺の格好はちょっと一回置いといて、スピード感ともう本当にやりたて感をお届けするっていうのがうちのコンセプトでもあるので。このまたごぼうとシャンピニオンって。そうなんです。ひたすら煮詰めるっていうだけですけど。どれも本当になんかすみません、僕が言うのはあれかもわかんないですけど、どれも本当に美味しいですね。細かいパーツが。ありがとうございます。これじゃがいもとじゃがいものフレークです。フレーク。熟成されたじゃがいも。そうなんですよ。もうふにゃふにゃのこんなやつなんです。おお、すごい色。こんなやつなんです。真っ黒じゃないですか。紫というか。はい。こんなわしわしの。
でなんかトウモロコシみたいな風味があるんですか？本当に火で入れたばっかりの時はありますね。ああ、じゃあなおのこと焼きに向いてるんですかね。かもしれないですよ焼くとこう香るとね。いうか。そうですよね。茹でるよりは。これをバターかなんかでちょっとあれする。そうですそうです。まさしくオーブンで焼いて。でこれもちょっと合わせてみてください。お口直しに。はい。ガビーンとくる。ああ、これでこの油を切る感じとそういうか。なんです。全体をガリンとした酸味で。いや本当にちゃんとリセットされますね。いやまたしかもこのソースのアイデアがいや勉強になります。そうですか。なんか夏ですからねこれ。なんかここになんかマディラソースがドバッとかよりはこういう野菜がベースのソースにしたかったなっていうのは。いや僕もなんか今ちょうど自分の方のお店で夏メニュー考えてた時に、メインのソースちょうど変えてたんですよね。なんかやっぱこういうアプローチの方がいいなと思って、いいんじゃないかなと。特にシェフとかうちの店とか皿数があるじゃないですか。はい、そうですよね。細かくその前にまあもうだいぶ満足感というかもう結構お腹胸いっぱいな時が多いですよね。それなのにこうメインだ苦しいなっていうふうに食べさせないっていうこう配慮というか気持ちがここにちゃんと反映されてる感じがして。なるほど、あのアロゼの仕方もうまさにあれが1から10までですね。いやこれプロにとってはめちゃくちゃ参考になるじゃないですか。まずもうこれを見てるだけでとんでもないです。なかなか見れないし。でも皆さんやってるじゃないですか普通に。でもいやでもなんでしょう、やっぱこうビビたる差があると思うんですよ。こう今火入れの動画とかってめちゃくちゃ多いんで、ですよね。でなんかこう意外とできった感があるようで、特に僕横で見たりとかすることが多いんで、やっぱ全然差が個々で皆さんの差があって、それをこういかに動画で、言語として僕がテロップとかで、伝えられるかなみたいなのはちょっと考えてるんですけど、いやもう今回もまさしくもう全然違うっていう。本当に残ってる筋の処理とか取っちゃえば楽なんですけど、やっぱりそれもまた違いますもんね。やっぱ油と一緒に食べてほしいっていうのがあるんで。そうなんです。特にうちの場合はあんまりグリ向きでこうお出しするってことはほぼないですね。でこの後台の人にはさっきの骨を焼いてお出ししてるんですよね。こうやって食べてもうバーベキューで食べてくださいっつって。実は僕何回も食べにお邪魔してるんで。そうなんですよね。本当にありがとうございます。いつもお客様も本当にご紹介していただいて。いや急にどうしたんですか。いやもう伺っちゃってるじゃないですか。ちゃんと伺っちゃダメですよ。はい、というわけですいません、2回にわたってシェフの貴重な経験が反映された皿を見せていただいてありがとうございました。本当に本当に勉強になりました。いやもう本当ご紹介していただけるだけで本当に光栄です。とんでもないです。もう動画に収められて、これがこうちょっとでも長くまた次の世代とかに何かこう目に触れる機会になってくれたら、なんかやっぱりこうやった甲斐あるなと僕は思うので、僕なりにもこう頑張っていかないとなとちょっと思いました。本当にもうやっぱこう岸本シェフならではのこう火入れのこう極意っていうのが詰まってたと思うんで、これ視聴者さんにもすごくこう有益な動画になったんじゃないかなと僕は思うんでね、ぜひ動画の方を通してシェフの料理気になる方は概要欄にリンクも貼ってるんでチェックしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。というわけで岸本シェフでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に長い時間すみません。こちらこそありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。アビアント。アビアント。大体この席ぐらいが多いですか、シェフ。そうですね。こっちが多かったですね。大体人が排席してるんで。多分見るだろうなっていう90人はこっちからこういう風に見るんですよね。シェフ。ウィ。あれ。どうしたんですか。もうようやく岸本シェフの動画を撮らせていただけたと。じゃあ本気ですか。いやいや。